おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、こちらの作品をお見せしようと思います。こちらの作品ですね、ちょっと日頃と制作と違う雰囲気だと思うんですけども、今回はですね、徹底解説シリーズということで、シリーズ化するかちょっとわからないですけど、この絵の描き方をよりいつもよりも、こういうことを考えて描いていますよということをお伝えできればなというふうに、こういう考え方でこういうふうにということで、多分皆さんにとってはすごく参考になる動画に、なるんじゃないかなと思いますので、よかったら最後まで参考に、見ていただければと思います。それでは本編どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。ポイントでちょっと丁寧に今回は解説をしていきますので、いつもとちょっと違う動画となっておりますけども、ぜひぜひ楽しんで見てみてください。初めて見られる方もおられるかもしれません。おはようございます。こんにちは、小木曽です。まず下書きをしておきました。いきなり初めにポイントきます。まず水だけ、これハルモニアという、調和という役ですけども、草壁さんが出しているちょっと高価な絵の具を使っておりますけども、ここいきなりポイントなんですね。で、まず水だけで濡らして、この絵の描き方ですよ。今回とにかくこの絵の描き方のポイントをお伝えしますけど、で、完成はこちらになってますけども、平面的に描いていくということなんですね。平面的に描いていく。で、その思考法というのは、例えば、印象派と写実主義みたいなのあるんですけども、で、どちらかと色彩とかを重要視していくような方向とか、あとは平面的に描いていく方向の方にグッと寄せてます。グッと。で、今大きな色面でベベベベベと塗っていってますけども、ちょっとこれはもう少し細かく、解説していこうと思います。解説の方、こちらでございます。それではちょっと徹底解説シリーズということで、お届けしたいと思います。美術史の中では結構この写実と呼ばれるものと色彩と呼ばれるものが常に両方ですね、どっちかこっちかこっちかというふうに、争ってきた歴史があるんですね。で、この写実的なもの、例えばクールベっていう絵描きさんがいます。写実主義宣言というのを出している、作家さんですけども、こちらはですね、例えば同じ、同時代、ちょっとクールベのが先なんですけども、印象派。皆さん聞いたことありますよね。印象派というふうに、言うような。で、こういう印象派とか、写実主義というものに対して、また印象派というのがあって。で、今回はどちらかというと、こっちの思考法、こちらの思考法というのを強く持ってやっていこうかなというふうに私は思っております。いつもはこちらの方を、いつもの仕事ですね、やっていってるんですけども、どちらかというと、今回はこちらの色彩の方を強くやっていこう。で、例えばですね、モネという絵描きさんがいますけども、モネの例えば、隅俵なんていう絵がありますけども、これを見たときに皆さんは、わー素敵っていうふうに思うかもしれないですけど、もちろん思われていいんですけども、近くにぎゅーっと寄って、隅俵のディティールを近くにぐーっと寄って見てみてください。本当にこれ隅俵に見えますかね？ルーアン大聖堂という連作のシリーズとかがあるんですけども、これを近くにぐーっと寄ってみて、これがルーアン大聖堂の質感、コンクリートでこれで、光がこれで、まさにこれはっていう風ではないですよね。で、そういう風にどちらかと色彩とかっていうことを重視していく。例えば質感というものよりもウェイトが、とか、あとは量感とか言うたりしますけども、ウェイトをもう完全にこっちの色彩とか、絵肌の方とかに、重視していく方向に持っていく。っていう風に徹底するんですよ。で、そういう風に徹底して、こちらの方をウェイトを高めていってっていう風に、で、こちらの方は排除していってて、どっちかっていうとこういう考え方です。で、その中でも、例えば、ナビ派っているんですね。ナビ派って。で、ナビ派って呼ばれる、もうちょっと平面的に一つ一つの色を面として捉えてあげて、で、平面的に描いていく絵描きさんがいます。で、ちょっとその色彩を、こちらの方は筆色分割法、モネっていうのは筆色分割法と呼ばれる方法で、描いていっているんですけども、ナビ派っていうのはもう色を面として、筆の点々点じゃなくてもう少し大きい面として捉えて描いていくというような。で、今回はその、どちらかというとナビ派の方に寄っていって、で、より図式化されているような、ナビ派ではないけども、例えば、クリムトであるとか、あとは、ミュシャ、アルフォンス・ミュシャとかね。
汚い字でごめんなさいね。ミュシャとか、そちらの方に、要はもう本当に何かをセレクションしていって、どんどんそちらの方に寄ったり、こちらの方に寄ったりとかしていって考えていくという思考法です。で、例えば印象派の時代っていうのはパリ万博っていうのが開かれて、日本から浮世絵とかが向こうに持っていかれて、で、それに感銘を受けた、例えばゴッホとかもそうですよね。ゴッホとかもそうですし、そういったものに感銘を受けて影響を受けていった。で、今回もそういうふうにちょっとナビ派によってみたりとか、ミュシャ的によってみたりとか、クリムト的によってみたりとか、何か自分の中で思考をしっかりと分けてあげるっていうことで、こういう絵っていうのは描けます。はい、本編戻ります。で、今そういう風な感じで今平面的に塗っていきながら、全体一つの影をまず大きな括りにしていってます。大きな括りわかります。難しいでしょ。だから本当に基礎的なことがないと立体感とかを陰影をつけてとかですね、していかんといかん。で、ちょっと固有の色をほんの少し黄色みたいな、黄土色みたいなですね、なんて色名かわかりませんが、差し込んでみたということでございます。紙はですね、これはこのお夫婦さんのこの紙を使っておりますけども、それで、ここもちょっと大事なポイントですね。ここもちょっと大事なポイントですけども、今髪の毛のグッとなってるところ、ちょっとじゃあここもポイントの解説としてすみません。たびたびこちらの方ご覧ください。それでは次の解説に行きたいと思います。この立体感を出すということですね。立体感を出すという。で、今回の絵は立体感を無視しますが、ちょっとペタペタと塗り分けていくだけではなく、今回の絵のみの解説ですからね。今回の絵のみの解説。じゃあ、ミュシャ的に輪郭を線で引くとかいう方法ではなくて、今回の絵に関しては、じゃあどういうふうに抑揚をつけていかんといかんかなというふうに思って、抑揚を今回はちょっとつけてみようと思っているんですね。で、その際に、稜線と呼ばれる線を少しですね、強調してあげようかなと。で、すべてではなくていいんですよ。すべてではなくていいんですけど、少しそういうところを強調してあげる。で、これは稜線とかはデッサンの動画とかをぜひご覧いただきたいんですけども、光と影があって、何度も言いますけど、この絵の描き方ね、もう本当にすべてじゃない。もうそれ美術の面白いとこはそこなんですよね。もうどうしてもこれが絶対やっていうふうに思われがちですけども、そうじゃなくて、この絵はこの絵の描き方があると。例えば昔の印象派の出てくるちょっと前なんかは、もうしっかりとデッサンができやんといかんですよとかね、もう本当にそのアカデミズムといって、アカデミック、サロンと呼ばれるね、ところが権威を持っていて、で、本当に写実的にある程度かけて、そこから、どうこうっていうもう基礎的な部分がないと、あんたら無理やでっていうところがあったんですけど、現代はそんなことはないんですよね。別にデッサン的なことができやんでも、なんとか成り立つ。でも、じゃあもっともっとここを強調してとか、ここを強調してっていう時に、例えばこの強調をしたりとかする、ちょっとここ表現難しいな、なんて言ったらいいかな。で、今回はこの稜線と呼ばれるような光が当たっているところ、影が落ちているところ、これ陰ですね。こちら A なんですけども、ちょっとここのところが暗くなるんですね。例えばこれはだいたい斜め上ぐらいから光当たってますっていうのがわかりますよね。じゃあ逆光というシチュエーションにしてみると、ビューと。で、どこに稜線来るかというと、この辺りに来るんですね。この辺りにね。で、落ちた影ね。いわゆる五光が差している。ほんの少し上の向こうから光っているという感じに見えませんか？で、この辺りが少し暗くなってくる。要はここがもし白かったりすると反射光ということで、ここの辺りというのが少し暗く見えてくるところが稜線。だから形によってもすごくこの稜線っていうのは、これは球体ですけども、全然違ってきますよね。円錐とかでも稜線は違ってくると。また逆光バージョン書いてますけども、先端の方はね、細い線なんですよ。で、それが徐々に先端のところは細くて、ここのところキュッと曲がってるから稜線って強くなるんですよね。
でも少しずつこう下の方行くとこう柔らかく大きく丸くこうなっていきますよっていうことでね、ちょっとこうなかなかこう一発でうまくは描けないですが、ちょっと円錐じゃなかったやんけって感じです。すみません。なってくる。キュッとなってるところとふわーっとなってくるところっていうことで、稜線っていうのは変わってきますよっていうことですね。で、本当にいろんな形状のものとかによってもいろんなこう見え方というのは変わってきますから、こういったこともやっぱりこうちょっとこう入れてあげて、これによって水から光っているというような反射光が、水が光ってるね、それの反射光、これ水の中に入っているという状況を書いてるんですけど、そういった状況をこう表そうと思って、そういうところを意図的に今回は強調してみたということでございます。ということで、ですね、稜線とか立体感とかっていうところを少しこう強めていくというような仕事をしました。こういうのはね、デッサンの動画とかもいっぱい上げてます。で、ここもちょっと体の方ですね。描いていっておりますけども、面でこう塗りながら、一つの面の中にいろんなこう色をにじませていきましょうみたいなことをやっていくにはすごく適した画材です。パレットの上で混色するというよりは、どちらかというと、この絵の具を乗せながら、こう、水で乾いてないうちに、描いていくという。で、ちょっとここもまた、ポイント解説、ちょっと立て続けに前半になってしまいますけども、前半に実はやっていること、すごくこう、大事なこと結構ありますので、ちょっとこう、ポイント解説、形の出方というところを少しちょっとご覧いただければと思います。こちらですね。たびたびすみません。形の出方というところ少しこう、もう難しいかもしれないですけど、少しお付き合いください。例えば、形をぐーっとこうくくってしまう。こうぐー、ね、ぐーっとくくってしまう。同じようにぐーっと。こうね、同じような感じですよね。でも、私たちの脳みその認識っていうのは、例えば、なくても、人間って想像してくれませんか？右側の方、どうですか？形なんかなくても想像してくれますよね。くくってしまうと、こちらくくっていますね。くくっている。輪郭をくくっていない。なくても実は人間って本当にここの辺なんかもうね、何箇所か消してますよ、輪郭のところ。それでもこう想像をしてくれるんですよ。賢いもんですよ。で、ね、くくらなかったら少し広く見えたりしませんか？同じぐらいの大きさで描きましたけど、今くくってるくくっていないで顔。で、こう、例えば、今、A と B 富士山があるとしましょうね。A、B ね。今のところまだ同じ。少し例えばくくってないように右側の B の方ですね。B の方をしてみますが、少しこう、くくっていないような、こう溶け合うような、同じようなサイズ感でしたが、どうですか？ちょっと印象変わりませんか？真ん中あたりとかを少しこう背景となじまして、背景のところ、少し富士山大きく見えませんか？線だけではないんですよ。こういうふうにこうくくり方みたいな、形は想像できるけども、くくり方はぐっとこう形が閉じてしまうのではなくて、より A の方もう少しこう分かりやすくしていくとなると、例えばもうこれぐらいこうガチーとこう輪郭線もボケていないぐらいの感じで描いてあげたらよりこう分かるんじゃないですか。右、左、右か、ブワーッと。同じ形ぐらいだったでしょ？でもこう見るとちょっとサイズ感違って見えませんか？こういったことを少しこうやろうとしているわけでございますね。それではまた本編どうぞ。で、こういった感じで形っていうのをくくってしまうとこう閉じてしまうんですね。閉じてしまう。で、この絵に関しては立体感とか質感とかっていうのはダーンもうどっか行ってしまえぐらいの気持ちで、なくして、でもその持っているもの自体が形が閉じてしまわないように広がりのある空間というのを出していくということを意識して描いていっています。3連発でポイントの解説をしました。こんなことを意識しながらこの絵を描くにはこういうことを考えています。だからそれは写実的な絵を描きたかったら写実的な絵を描くためには陰影があったり質感があったりとか、その辺を全部こうずっとのけてしまうんですよね。のけてしまう。だからそういうこう絵画の歴史的に見るとですね、
例えば平面的に描いてクリムトとかっていう人とかね、ミュシャとかっていう人もそういった感じかもしれませんけど、こう輪郭をこうなくしていくみたいなことはしていないですね。どちらかとくくって日本の浮世絵とかの影響とかもあったりとかするんで、そういう日本画的な感じでもなく、この絵の描き方ね、もう何度も言います。この絵の描き方に関しては、そういった感じで、ですね、平面的で、ありながら形というのを抑えて、これだけで十分見せれますよと。そして色彩の方により強く見せていくという、この3つの今ポイントをお見せしたということでございます。で、今本当に乾かんうちに、だから絵自体は実はこれ1時間ぐらいで描いてます。1時間ぐらいで描いていて、普通に流せば動画としては13分ぐらいやったんですけども、せっかくやったらこういう絵を描いてる時の思考法まで、お伝えしようかなというふうに思って、今こういうふうに物の中を描いていく時も、やっぱり抑揚とかをつけること、中の方でも抑揚をつけたり、一つの塗りに対していろんな複雑な色とかを差し込むことによって、形というものが複雑になってくるように意図的にやってます。意図的にね。で、固有の色というのもほんの少し感じさせるだけでも十分感じますよと。で、明るいとこちょんと抜いておいて、それで、目とか描いていってますけれども、ここもちょっとポイントにしましょうか。目の描き方のポイントというので、ちょっと今描いてるのをお見せした後にちょっとポイントをお伝えしようかなというふうに思います。目なんかもね、皆さん描くとき難しいし、こういうのどうやって描いてんのとかっていう、この思考法さえ持ってればだいぶ描けますので、目と口に関しての描き方の思考法、この絵に関してですよ、特にね。でも基本的にはこの目とか口に関しては大体おおよそそういう頭の考え方でやっておりますので、こういう目どういうふうに考えているのかなというところをちょっとお伝えできればと思いますので、少し解説動画をどうぞ。それでは、目ですね。目、よくある目を描いてみますよ。まず第一ですね。これですね。私は驚きスタイルと言ってます。こんなんしてます。こんなんしてます。西川きよし師匠みたいな感じですね。こんな感じ。おかしないですか？やっぱり目のどちらかが隠れていますよということが言えます。例えば、下であるとか上であるとか、ね。例えば、下の方が大きく切れていたりとかすると、ちょっと上を向いているのかな、なんかうまいこといかへんかったね。とかですね。もうこの、驚きスタイルっていうのは結構ありがちです。で、あとは、目ってやっぱりですね、白目なんですけど、あんまり白く描きすぎないようにしてくださいね。もう皆さん結構白目やから白って置くけど、そんな白いですか？おじさんなんかはね、お疲れモードなので、結構充血してて、気持ち悪いわって思ってはる人も多いと思うんですけども、上まぶたの、やっぱりこの影が少し落ちとるんですね、大体ね。一般的にはね、逆に下からのライティングっていう時もあるんですけども、上まぶたの影が落ちていたりとか、どちらかから光が来ていたりとかするから、眼球ですからね、眼球。どちらか側が暗くなったりとかしていると。こういうふうにですね、少し上まぶたの影とかっていうのとかをどういうふうについているかなとかって。あとは一重二重でまつげの位置とかどこにあるかなとかっていうこととか、目の中もいろいろ皆さんこういうのは本当に自分の目とかね、あらお父ちゃんどうしたのって鏡ばっか見てどうしたの急に美容に目覚めたのって言われるかもしれませんけど、眼球の中でも少し茶色みがかっている虹彩とか呼ばれるところだったりするんですか？すみません。ちょっとそういうのはね、皆さん医学的なことは適当に自分らで調べてくれると助かります。で、眼球の少し黒目の中でもすごい黒いとことか茶色いとことか、で、やっぱりそういう球体で、真っ白じゃないですよっていうことですね。を見てあげたりとか書いてあげたりとか、あとは光の方向によって、光っていますよとかっていうことを、例えば斜め上ぐらいから光ってますよとかって言うんやったらば、そこに何か光がギューッと当たったりしてますよね。でもそれが例えば何の光なのか、向こうにある窓、室内やったら窓の形が映っているなとかですね。よく見てあげるとそういうの見えてきます。
細かいこと言うと、少し涙が溜まってたりとかするなとかっていうことがあったりします。こういうふうに球体になっていて、そして濡れているということと、上まぶたの影が落ちているとか、目の黒目の中もこうなって、こうなって、こうなって、そういうのも皆さんいろいろこうね、私の動画以外にも勉強していけば、こうね、目ってどうなってるとかって画像とかありますので、そういったものもぜひぜひ参考にされてみてもいいかもしれません。唇というのも同じようなことが言えるんですけども、まず横から書くと、ピュー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 、こんな感じですよね。こんな感じ。で、光がだいたい上とかから来てることが多いでしょ。下から来るってあんまりないんですよね。で、今回の絵に関しては実は下から来てます。今回の絵ね、今回の絵は。でも基本的には上から来てる。ということは、こちらは影になりますよね。ね、で、これの影が落ちていたりとかして、要は唇の中でも影、そして陰 A の A。で、ここがこう、また唇の下が。一般的には明るい、暗いっていう風に一般的にはなります。で、正面から描いた場合っていうのは、もう簡単に描いてしまうと、これだけで十分口に見えませんか？どうですか？実は意外とこんなもんで十分見えたりするんですよ。で、もちろんこれじゃちょっとっていうことで少しこう唇とかに優しいこうねピンク色みたいなのを少しこうねファッと塗りたいわとかですね。で、同じように、光がこちらから来てますわ。したらこちら光るんですけども、光ってますわとかですね。光ってますわ。ちょっとこうグロスがつややややとか、ちょっと下のグロスのあれが反射してますわとかですね。っていうのを書いてあげたりとかしていってほしいわけですね。で、こういうところもですね、形というのは一般的には上唇が暗くなる。で、今ぐらいで十分実は描けますよということを覚えておくと、皆さん、口ってなるとまたね、本当にこうよくあるのは、で、これに、もう、唇やから、私の口、赤いわ、こんな感じになるんですね、こんな感じに。ね、こんな感じに描いてしまっている人いませんか？どうですか？上の唇なんか一瞬で描きましたけど、下の唇は。ね、で、直すんやったらば、もうしょっと直しますよ、おじさんならね、もう本当にね、ペッペッペと、上唇描いて、下唇描いて、反射光描いて、光が光ってません。という感じで書いてあげたりとかするとね、ある程度なってきますよねって。で、ちょっとそういうところ本当にこう、面で考えてあげるということを少し考えられてみてはどうでしょうか。鼻も同じようなことを言えますよ。すいません。で、それでですね、目もうちょっとこう、もっと簡単に考える方法を少しお教えしますと、これをこう簡略にするということを考えてみたら、本当に、上まぶた、まず基本はもうこれでいいです。もうこれでいいです。本当に。これでいいです。で、それで、こう、下のこことかをギューッと描く人いますけども、これ、なくしてあげてください。もうこれでいいです。で、そこに多少色をつけとかしていくぐらいの気持ちで、これに、影を描いてあげようとかですね。本当にもうそんな気持ちでいいです。もう皆さんはもう本当にこう目とか描くってなったら、もう目やから頑張って白目とかなりますけど、まずこことここでっていう風に思ってください。もうそれで、まず十分っていうか、これができたら次へ進めるっていうぐらいの気持ちで、で、光があってとか、ですね、微妙にこの辺にこうあってとかっていう風にかけてきますので、まずは先ほどの、もう一度ね、書きますよ。もう本当にね、何回もやりますけど、こうあって、で、目の切れているところは上かもしれませんし、下かもしれませんし、上多め、下少なめ。まずこれだけでいいです。もうこれ。で、光がどっちからか来てるか、これ。で、まつげがどこにあるか、これ。もうこれだけでいいです。この形を覚え。で、下の線はもうここ書かん。ここ書くともう気持ち悪い。ね。ちょっと覚えておいてください。っていうことで、どうだったですか？こんな塩梅で、考えていると。で、口はまだ書いてませんけども、口を書くときにこうして、ああしてっていうことですね。目もですね、この上まぶたがあって、だどうしても皆さん目ってくくってしまったり、
黒目とかでーんとかやったりとかしてしまうんですけども。で、あんまり鼻とかっていうのはその強調をあんまりしていないです。結構日本ジャパニーズイラストレーションとか、漫画アニメーションとか見るとあんまり鼻とか強調してないでしょ。ちょっと書いてるぐらいでしょ。ちょっと。ね、私世代は北斗の拳、ゴルゴ13世代としては、ガッとしてますけども、最近のはどっちかというとちょっと書いてるぐらいでしょ。ちょっとね。だからあんまりこれも強調せずに、そして唇。で、この絵に関しては反射光といって下からの光ですね。水がキラキラ光って、太陽が当たって水がキラキラ光ってぐっと上がってきてるという。すみません。これ水の中に、いるという。まず、一番難しいのはこういう写真撮れへんやろという話、申し訳ございません。もうこの絵が描けるとか言いながらね、おじさんもひどいですね。だからちょっと屋外とかで写真とか撮るときでも、自然光が入っている。顔にドーンと当たるんじゃなくて、ちょっと逆光気味に全体を影に中に入れてみようかなとか、なんかそういうことをしたら案外こういった絵を描くことに、なんていうか、容易になってきますので、ちょっとそういうことを意識されてみてください。目口鼻の描き方ということで。あとは最後この画面を構成するということのお話を少し入れようかなと解説を5つ今回、なるべく丁寧に解説していこうかなというふうに思います。これを何度も見ていると、こういう思考法やなと。で、本当にこれってね、もう思考法を自分の武器、好きなものとか武器とかっていう、やりたいということのために、やっぱり削除する部分は削除していかないといけないですね。全部ができたら一番やと思うかもしれませんけど、やっぱり絵って単純に色彩美しいとか、何かがこうとか、やっぱある程度言葉をシンプルに絞った方が人に伝わりやすいんですよ。で、欲張りな人っていうのはこれもして、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 で、結局何言いたかったんとかっていうのようあるんですよ。で、なるべくそこのところをシンプルにして、今回は平面的でいいと、質感も排除して、で、絵の具のやっぱりこのハルモニアという絵の具の美しさみたいな分離色と言いますけども、少し分離しているようなところとかもすごい綺麗で、もともとこれは混色されている絵の具というかですね。で、その美しさみたいなのを最大限に活かして描いてあげようということが少しテーマになっていますので、こういうところちょっと陰影どこまで描くかということは微妙で、やっぱやめとこうということで今拭き取ったりしたんですけども、そういったことも今回の動画見て取れるんじゃないかなというふうに思います。で、髪の毛なんかも全部青にしてしまうと青い髪の毛に見えそうなんで、部分で少し感じさせるようなことをしている。感じさせるね。難しいですよね。でもこういうことを皆さんにとっては非常に参考になるんじゃないかなというふうに思って見ております。ね、目なんかもどこまで描き込もうかなと。で、この目なんか本来やったらばかなり暗い色ですけど、だいぶこれ本物みたいな、ちょっと映像っていうのコントラスト強くなってしまっているところがあるので、写真とか撮るともっとコントラスト強くなって、なかなかその辺難しいんですけども、もう少し明るかったりします。ただその辺のバランスみたいなのどれぐらいの色がいいかなとか、髪の毛も全部一本一本描いてしまうと、せっかくのハルモニアの絵の具の分離色の美しさみたいなのがなくなってしまうと。で、その辺というのをちょっとやっぱりですね、残しつつも、ちょっと今この辺、画面を構成するということを実はやり出していってます。とにかく頭の中でも持っているんですけど、まず人体の動きがあって、で、目線の方向があって、髪の毛の方向があって、それに対して後ろに見える渓流の雰囲気みたいなのをうまく線的な動線、これだと Y の構図みたいな感じになってたり、X に近いような構図、X の構図みたいになってたりとかっていう構図、ちょっとその辺の解説を少し入れようかなと思います。こちらでございます。それでは、解説をしていこうと思います。ちょっと難しいお話かもしれませんけども、これ今回はちょっと自分の絵を2つ比較して、加筆をしていってみて、こんな風に考えてますよということをお伝えできればなと思います。自分の絵を鬼公表するということでございますよね。鬼公表という、サブチャンネルの方も持ってまして、そちらはですね、一般の皆さんの作品をああだこうだと解説をしていっているという企画がございます。こんな風に流れていくような、動静っていうんですけども、こういうところもね、こういう風に流れていくように、今回は X の構図を使ったんですね。X の構図。こういったことを意図的にやっているんですよ。で、例えば、こういう風に X に目が流れていくようにしてあげようとかっていうことを意図的にしていってます。で、
部分部分でやっぱりこう強調して例えば置いてあげたりとか、形がもう本当に後ろと溶け合うとか、アクセント的に。ね、例えばここの質感と、ね、髪の毛の質感同じじゃないですかと言われるかもしれないですけど、今回の絵に関しては質感無視してると。色彩を美しく、奥行き出てないじゃないですか。そんなん無視してるんですよ。だからそこはもう本当に徹底的に無視するところは無視する、必要ないものは必要でもないものとして考えてあげて、で、やっぱりこう、画面の中でグッとこうアクセントをつけていってるんですね。で、例えば、それではですね、絵の中でどこか弱くしていってみますね、弱く。で、それをちょっと皆さんこう見ながら、どこかが変わっていったぞ、どこかが変わっていったぞということを少しこう見てみてください。弱くしていったぞ。そうすると絵がどう見えるかなと。逆バージョンですね。鬼高評価というのでは、どちらかというと、良くしていく方向なんですけど、今私は悪くしていってます、悪く。どこをやったか分かりました？皆さんどこをやったか。ね。ちょっと教えますよ。こことかを弱しました。ここも弱しました。弱しました。ね。レイヤーを外してみますよ。ペッペッ。どうですか？で、画面がパッと広がって見えませんか？で、この絵に関しては画面の広がりというのをどちらかというと求めてます。広く大きく絵が見えるように意図的にこういう風にやっていってます。もしかして、こういったところもちょっと強くしていってますけども、こういったところを少し弱くしていってみたりとかすると、ちょっと絵がね、なんか、ちょっと真ん中だけになってしまってる。真ん中から中心にちょっとこう画面を広げてあげる。で、いろんな考え方あっていいんですよ。もちろんね、こう弱くしていく絵もあっていいですし、その辺っていうのは本当に皆さん自由ですので、ただ今回の絵の解説としては、こういったところを広めて、目を広げていくために意図的に強くしているということをご理解いただければと思います。それではまた。ということで、こういった形で、やっていったということでございました。ちょいちょい今回はちょっと解説を入れていって、最後は細かい面相筆とかで書いていってますけども、面相筆も水彩の場合は本当にナイロンで毛の細いものやったら案外そこまでこう差異があるという雰囲気は僕、あるかな。でもなんかこうプラモデル用のいっぱいこう大量に売ってる筆とか使ってみたりとかもしましたけど、案外使えたりしましたよ。だからこうその辺とかっていうのもいろいろ参考にされながら、私の動画そういうのも山ほどでもうね、何本あんねんっていう感じですね。で、この辺っていうのはちょっとこう後ろに見えている、でもピンクを置いてその上に乾かんうちにグリーンを置いてみてとかね、こういったこともしていったりとかしていってます。この辺のね、もう本当に重ねる時もすごい慎重に、どのぐらいの色がいいかなっていうことをちょっとこう、やっぱり色を大事にしながら、あまり固有色とか明暗法とかに寄りすぎないようにしながら平面的に描きつつも、っていうことのバランスを考えて、画面の構成を考えて、ディティールを描いてということをバランスを取りながら描いていくというのがこの絵の描き方です。だから写実的にね、端からこうジュ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 と埋めていくという描き方もあるかもしれないですけど、こういう絵っていうのはどちらかというと画面の中でバランスを取りながら描けるようにならんといかんと難しいですよね。だからそういったものも構図の動画とかもありますし、いろんな動画あります。そういうのを複合的にやって自分の中で必要なものだけを抽出していくわけですよ。ね。答えがある世界ではないのに、皆さんがそれぞれが答えを探していかないといけない。だからすごく面白いんですけど、自分の得意なとこ、好きなとこ、うまいこと合致してきて、そして伝えたいこと、何を伝えたいんだと。この絵を通して人に何を見てもらいたいんだとかっていうことを、伝えるために、この画材が良くて、この指示体が良くて、この色彩が良くて、この構図が良くてっていう風になってくると。で、そのために今回はどちらかと色彩というものを美しく出していくということがテーマになりました。ちなみにこの作品はちゃんと油絵で本画として写実的に描いたものもあるんですよ。全くだから違うんです。だから全く脳みそを僕は分けてるんです。多重人格者みたいな感じで分けて考えて、分けて描いているっていうことでございます。ね、本当にちょっと入れた黄色、ちょっと入れた赤だけでも十分肌に感じて、人物苦手やっていう人の中には、やっぱり鼻とか口とか顔、構造とかっていうことにすごく引っ張られてしまって、それで苦しんでる人を山ほど見てきました。じゃあ私自身の得意なところって何やろう？すごい色彩とかすごいやってる時楽しい。
でも人物が描きたいけど苦手やな。その時はこういった形で、少し動画を見てもらえたりとかすれば、形の出し方一つでも、色の滲み方一つでも、固有色一つでも、これぐらいで十分なんですよっていうことを少し参考に、していただければなというふうに思います。ということで、今回は5つ、途中に、徹底解説を入れてみたというシリーズでございました。このシリーズは作るのめっちゃ大変なので、あまり作らないと思います。今回の動画良かったという人はグッドチャンネル登録、コメントください。それでは最後までご覧ください。最後ギュッと短く30秒ぐらいにした早送りの動画をちょっと久しぶりに差し込んでますので、それもすごく参考になるかと思います。では。ご視聴ありがとうございました。どうだったですか？こういう考え方、こういう書き方で、こういう考え方で描いていくということで、なかなか初心者の人には難しいかもしれませんけども、そういうふうにちょっと脳をしっかりと分けて考えていかんといかんという部分はあるかと思いますので、ぜひぜひ参考に、皆様も絵を描かれてみてはどうでしょうか。こういう考えを持つということも大事です。それではまた。はい。チャンネル登録、プジプジ。全然面白い。